こんにちは、ガジェットインフォです。このチャンネルでは、世界中のあらゆるスマホやガジェットをご紹介していきます。よろしければチャンネル登録していってね。今回ご紹介するのはこちら。OPPO Find X3 Pro です。OPPO は、中国のスマートフォンメーカーで、2018年に日本に参入しています。2020年の販売台数では世界4位の実績があります。その OPPO から販売される Find X3 Pro は OPPO のハイエンドスマートフォンで特にディスプレイとカメラに力を注いだ一台です。その詳細を他の機能と一緒にご紹介しますので、ゆっくりしていってね。まずは基本情報から。サイズは、縦 163.6mm、横 74mm、厚さ 8.3mm。みんな大好き iPhone 12 Pro Max と同じくらいの大きさです。重量は 186g。iPhone 12と12 Pro Max の中間くらいの重さです。重さは、ギリギリ許容範囲内と思う人が多いでしょうが、本体サイズは多くの人が、でかい場合、と感じると思います。ディスプレイは 6.7 インチの有機 EL ディスプレイで、解像度は1440ピクセル ×3216 ピクセル。画面占有率は 92.7%。リフレッシュレートは 120Hz。こだわりポイント一つ目のディスプレイですが、なんと10億色を再現でき、10億色はやってんなぁ。しかも、人によってディスプレイの色を調整してくれるため、誰が見ても、綺麗かねー、と感じることができます。そのため、Find X3 Pro になれると、他のスマートフォンでは満足できなくなりそうです。続いて CPU、メモリ、ストレージです。CPU はスナップドラゴン888。さすがハイエンドスマートフォン。2021年4月現在、Android スマートフォンに搭載できる CPU の最高峰を搭載しています。アンツツベンチマークでは70万点を超えるため、重たいゲームや画像、動画の簡単な編集等もサクサクこなしてくれるでしょう。メモリーとストレージは、メモリ 8GB、ストレージ 256GB モデルと、メモリ 12GB、ストレージ 256GB のモデルがあります。カメラにこだわったスマートフォンのため、たくさんの写真や動画を保存できるように、256GB が一択なのかもしれません。続いてバッテリー周りです。バッテリー容量は 4500mAh です。現在では5000オーバーのスマホもありますが、Find X3 Pro に 5000mAh を搭載すると重量が 200g を超える可能性があるため、4500mAh くらいがちょうどいいと思います。充電は 30W のワイヤレス充電と、ケーブルを使用した 65W 充電に対応しています。ワイヤレスでも 30W の充電に対応しているのは嬉しいポイントです。ケーブルを使った充電であれば10分で約 40% の充電が可能。出かける前にバッテリー残量が少ないとなっても、ちょっと充電するだけで安心して出かけることができそうです。続いてはモバイルネットワークです。携帯大手3社足す楽天の対応状況を見てみましょう。各社の主要バンドごとに確認します。バンドとは、ネットワークに割り振られた番号で、国が使って良い番号を各社に割り振っています。ドコモは1、3、19のネットワークを割り振られ、ソフトバンクは1、3、8といった具合です。そして、スマートフォンは、端末によって使えるネットワークの番号が異なるため、SIM フリー端末を使用する場合は、端末が使えるバンドと、契約している携帯会社のバンドを照らし合わせる必要があります。マスはドコモです。ドコモの主要ネットワークはバンド1、3、19、
Find X3 Pro は、ドコモの主要バンド3種類とも対応しています。次にソフトバンクです。ソフトバンクの主要ネットワークはバンド1、3、8。Find X3 Pro は、ソフトバンクの主要バンド3種類とも対応しています。次に au です。au の主要ネットワークはバンド1、18、26。Find X3 Pro は、au の主要バンド3種類とも対応しています。ただし、au の音声通話は、ドコモ、ソフトバンクとは異なる通信方式のため注意が必要です。最後に楽天モバイルです。楽天モバイルの主要ネットワークはバンド3、18。Find X3 Pro は、楽天モバイルの主要バンド2種類とも対応しています。というわけで、どの携帯会社の SIM でも問題なく通信することは可能。さすがはハイエンドスマホといった感じです。SIM カードのサイズが合っていれば使えそうですね。ちなみに SIM カードスロットはナノ SIM です。次はカメラです。背面はメインの5000万画素、広角の5000万画素、望遠の1300万画素、そして、顕微鏡の300万画素。はぁ、いくつか、と思われた方もいるでしょうが、順番に説明しますけん、お待ちを。まず、メインと広角カメラが両方とも5000万画素というところ。一般的には、広角カメラは画素数を落としていることが多いですが、そこはカメラにこだわっているスマートフォン。広角にも妥協は許されません。センサーはメインも広角も同じで、1.56分の1インチあるソニー製の IMX766 を搭載しています。そして、まさかの顕微鏡カメラを搭載。光学30倍、デジタル2倍で最大60倍まで拡大が可能。目では捉えきれない細部を映し出すことが可能です。顕微鏡、使うと思いますが、一部の人にはぐっと刺さる機能かもしれません。最後に前面が3200万画素、ナイトモードにも対応しているため、暗い場所でも簡単に綺麗な写真を自撮りできます。最後に、その他機能やセンサーについては、お財布携帯非対応で、防水、防塵対応、Bluetooth 5.2 対応、指紋認証対応、イヤホンジャックなしとなっています。お財布携帯非対応は残念なポイントですが、防水、防塵対応は嬉しい仕様です。そして、日本での発売は6月のため、まだ先なのですが、海外ではすでに購入可能です。ハイエンドスマートフォンのため、少しお高めですが、誰よりも早く入手して、ドヤーしたい方、カメラ性能がいいスマホが欲しい方、顕微鏡機能を使ってみたい方は、ぜひ検討してみてください。気になった方は概要欄からリンクをチェックするとよかよ。最後に、こんな感じで、スマホやガジェット情報を配信しますけん、気になった方はチャンネル登録。クソだと思ったらバッドボタン。率直な感想や、今後紹介してほしいものがあれば、コメント欄へよろしくね。それではまた別の動画でお会いしましょう。またね。